時代が大きく変化する今日、何かを学ぶことが求められています。何かを学ぶというのは、何か教養系の YouTube を視聴することでしょうか。 NHK の教養系の番組や民放局のクイズ番組を視聴することでしょうか。あるいはまた何か市民講座に行って新たな知識を得ることでしょうか。はたまた大学院に入学して専門的な知見を得ることでしょうか。私の意見は次の通りです。 YouTube や教養系のテレビ番組を一時視聴して何かを学んだ気になったり、市民講座に一時期通って何かを知ること、本格的に大学院へ通って学問を極めようとすることは、どれも一長一短があります。 YouTube、テレビ番組や市民講座は手軽である一方、大学院に通うのは実に大変です。ではどうしたらよいのでしょうか。一見矛盾しているように感じるかもしれませんが、私はこのチャンネル、つまり YouTube で教養とはどんなものなのかについて配信したいと思います。その理由は、今や YouTube、例えば中田敦彦さんのチャンネルで政治や経済、トレンドの書籍がどういう内容なのか知り、リハックで成田悠介さんから頭のいい人が何を考えているのかを知り、ホリエモンチャンネルで堀江貴文さんから社会の見立て方を知るということは確かに楽しいことは間違いないのですが、何かうまく切り取られた表層を見ているようで物足りなさも感じます。現代は分かりやすいこと、食べやすく加工されていることは、コンテンツを不特定多数の誰かに配信したり提供する際に必須の要件です。つまり分かりやすくないこと、食べやすく加工されていないこと、すぐに役立たないことはまるで現代調ではないのです。しかし分かりやすくなく、食べやすくない、すぐ役立たないことは無用の長物なのでしょうか。このチャンネルでは YouTube が今耳目を集めていることを十分理解しつつ、分かりやすく食べやすいものばかりが重用される今日の状況にほんの少し異議申し立てをしたいという、実に中途半端なコンセプトで発信を開始します。冒頭の話に戻れば、今教養が求められています。教養とは何でしょうか。あまりにも漠然としていますね。そこで簡便に次の3つのジャンルを挙げてみます。1、学問。2、宗教。3、文化芸術、音楽、絵画、文学など。教養とは何かというのは、あまりにも広く漠然としていて問いとして成り立たないのと同時に、著名な研究者にしか語れないものです。そこでこのチャンネルでは、さしたる見当もないままではありますが、いわば見切り発車で教養とかリベラルアーツについて語っていきたいと思います。この動画の続きはノートでお楽しみください。リンクは適用欄をご覧ください。教養について。欧米の大学の歴史とリベラルアーツ。教養とは何かは簡単に定義するのはなかなか難しいですが、英語で言うとリベラルアーツです。まず高等教育の歴史から紐解いてみます。以下は少し長くなるので暇な時にでも聞いてください。高等教育論をかいつまんだものになっています。1、歴史。大学の原型は中世に遡ります。イタリアのボローニャ大学あたりが最古の大学と言われています。ウィキペディアを見ると1088年創設とあります。当時は医学、法学、神学、この3つです。それぞれ医者、法律家、神学者になるためです。つまり高度職業人になることと大学は直結していました。今とはもちろん違って貴族など特権階級だけを対象としていました。そもそもラテン語とかギリシャ語とか一握りの人たちしか文字は読めなかった。字が読めるということが特権的で特権階級を形作っていました。こうした文字の占有というのは古代日本でもマヤ文明でも歴史の発展で人類に共通するものです。さて、当時のヨーロッパはキリスト教、カトリックが今とは全く比べ物にならないほど重要な位置を占めていました。法律を知るというのは、貴族はとても大きな土地を所有しているので知識として必要だったということです。医者は今の医師とは意味合いがかなり違いますが、端的に言って外科よりも内科、
これは古今東西を問わず命に関わるので、貴族など特権階級は特に欲したということです。そこからヨーロッパで大学は発展していきました。この動画の続きはノートでお楽しみください。リンクは適用欄をご覧ください。